いつものように質問もらったんでテスト動画作成してみたいと思います。なんていうか質問もらったんですけど、現在Excel の横棒グラフを作ってて、ガントチャート風の何か作ろうとされてるみたいですね。それで人がセルに数値を入力するんじゃなくて、用意された棒グラフのうち一つをなんかクリックして、で、数値を変えるっていうか、伸びたり縮んだりとか、ユーザーホーム。この辺はちょっと見てないんで何とも言えないんですけど、で、質問者からすると問題があって、シリーズオブジェクトとか、ポイントオブジェクトとかあるんですけど、それで単一セルが取れないっていうことで、ちょっと困ってるみたいですね。で、単一セルを返すようなプロパティやメソッドが見つからないんで、どうにかしたいっていう、要するにグラフの選択した位置が知りたいみたいなんで、ちょっとチャレンジしてみたいと思います。ちょっとっていうか、これチャレンジしてる途中のやつは、ちょっとむごかったんで、できた結果から、料理のできた結果から、解説してみたいと思います。今解説集もグダグダなんですけど。VBA のグラフイベントで検索すると、いろいろなページがヒットするんですけど、その中から下の2つを参考にしてみましたっていうことで、埋め込みグラフでイベントを使用するって、埋め込みグラフにイベントをかけるみたいなんで、イベントを書いてみたいと思いますと。で、あともう一個が、チャートでイベント処理を行うで、指定位置のグラフ要素を取得するにはって、これそのままダイレクトなんで、ここのモーグのページ、このページを参考にして、テストコードを作成してみましたと。で、もう現物見せちゃうのが早いんですけど、これテストコードなんですけど、これグラフがあって、グラフがあったら、そのままこの例えば今 BBB とかなってるんですけど、ここを選択して、これダブルクリックすると、こんな感じで要素が BBB で値が20ですよって感じで。で、このCCC のとこ、ここをダブルクリックすると、要するにダブルクリックで選択っていう感じで、この A の要素を選択したら、A の要素ですよって感じで。A の値が10ですよって感じで。こんな感じで出すプログラムを作ってみましたという感じですね。で、この仕掛けがなんていうか、ポイントはシートに書いてほしいんですけど、シートのコードに、すみません。要するにシートのコードに見ると、こんな感じでこんな感じっていうか、すみません。このページ見てもらうのがいいんですけど、埋め込みグラフでイベントを使用するって、このページ見ると、with イベントでイベントを取得する方法が書いてあるんで、ここでまずwith イベントでマイチャートクラスっていうか、要するにグラフのクラスっていうか、変数名ですね。変数名1個作って、チャートですよって感じで。で、1個変数を作って、ほんで、あとはなんていうか、ダブルクリックのタイミングじゃないけど、その、作った変数のダブルクリックのタイミングでイベントが発生するんで、このダブルクリックのタイミングが来たら、この変数がもらえるんで、この変数の中身をチェックって感じで。これをなんていうか、モーグのページか、これかここに参考になるコードが書いてあるので、このコードをそのまま、丸パクリじゃないけど、下あれなんで、そのままチェックしてみてください。これはこのページを見て、参考にしてください。そういう意味では2つのコード合わせただけで3も自分が作ったように説明してるんですけど、ただ単にイベント作って、そのイベント後の処理を書いてるっていうだけですね。で、イベント後の処理がなんていうか、ダブルクリックされたら、ここに変数が入ってくるんで、で、それに対してセレクトのケースでエレメント ID っていうかID 見て、ID がケースのX シリーズじゃないけど、データ系列だったらってことで、データ系列だったらすいません。アクティブチャートっていうか、今選択されてるチャートなんで、そのままここでバリューっていうか、要素を取って、X バリューズっていうか、要素を取って、あと値っていう感じで
取ってっていう感じですね。こんな感じでなんていうかすいません。これで MSG ボックスでメッセージボックスでただ単に表示させてるっていうだけの処理です。まあこれだとなんか説明になってないんだよな、すいません。これでグラフを選択して、CCC ですよって、出るけど。まあそういう意味ではなんていうか、新しいシートを作られたらっていうか、東京、名古屋、大阪でいいのか知らないけど。まあこれぐらい入れときゃいいか。これであれ。まあこんな感じでやって、なんていうかグラフを作るじゃないですか。作るじゃないですかっていうのも。統計グラフじゃない。これでいいか。横棒の2D のあれが入りますよって。そうするとこんな感じでなんていうかグラフができると思うんですよっていうか、グラフが作成されましたという感じですね。で、これがグラフ1になってますよって。まあ、ここはそのまま名前ボックスなんで名前変更されて、まあいいや。テストとかこんな感じにやるとあれ変更されてねえな。まあいいや。これグラフ1のままでいいか。すみません。グラフ1のままで置いといて、で、書き方としては、ここでシートっていうか、これ右クリックを押すとコードの表示で出てくるんで、ここでコードの表示ってやると、このシート3に対して、シートに対してコードをかけますよって感じですね。シート3に対してコード。まあ、要するにクラスモジュールじゃないけど、クラスで書けるっていう、ね、変な言い方しないでいいや。クラスモジュールじゃないけど、そのままシートがそのままクラスになってるんで、そのあれにして、そうすると、なんていうか、ここでwith イベントっていうか、これでチャートのイベントが書けるんで、チャートのイベントを書きますよって感じで。書きますよっていうのも変だけど。これにやると、要するにwith イベントで毎チャートクラスってか、これ名前なんでもいいんですけど、で、チャートですよって感じで。この一文があると、実際ここでなんていうか、通常ワークシートのイベントだったら、ワークシートのセレクションチェンジとか、ここにチェンジとかイベントをそのまま書けると思うんですよ。まあ、これちょっとすいません、消しますと。すると、これワークシートしかないんですけど、ここでなんていうか、そのままwith イベントのチャートってやると、チャートのイベントが書けますよってことで、この my チャートクラスってこれ変数名ですね。まあ、これは要するにこんな感じにすると、まあ、こういうふうに単に変数名、まあ、2個3個作ってもいいんですけど、まあ、こんな感じの変数名が書けますよと。そうすると、これなんていうか、チャートっていうか、グラフのイベントが書けるんで、ここにそのまま選択すると、これだとアクティブだけど、すみません。アクティブだとか、ダブルクリックだとか、いろんなセレクトとかあるんで、これでダブルクリックにしますよと。すると、なんていうか、これでグラフのダブルクリックした時のイベントが取れるんで、ここにそのままコードを書いていっちゃうっていうか、コードを書いていっちゃうっていうのも変な言い方だけど。で、どんなコードを書けばいいかっていうと、ここでグラフ選択されたらいっぱいあるんですけど、ここでなんていうか、これもそのままごめんなさい、コピーしてきちゃったって言ったら変だけど、そのままサンプルページのソース、モングさんのページのサンプルソースのあれをコピーすると、こんな感じで、コピーしてきて、で、ダブルクリックのイベントって感じで持ってきて、要素をただ単になんていうか出してるって感じですね。もうこれじゃもう説明になってないんだけど。まあ、要するになんていうかこれシートのコードのところでwith イベントのチャートってやるとチャートのイベントが選択できるようになるんで、選択しますよと。で、選択したら、あとビフォーダブルクリックってダブルクリックのイベントで
チャートを持ってきますよって感じですね。で、OK ですという感じなんですけど、これただ単に OK にはならなくて、こいつに代入するっていうか、ここに代入するタイミングが必要で、要するにどのグラフのイベントを取るんだっていうことで、やらなきゃいけないんで、ここでなんていうか、シートがアクティブになったときに、すいません。シートアクティブって、このイベントの時に、ここでなんていうか、代入っていうか、字にしたいと思いますと。で、シートを探すのに、私も全然VBA 詳しくないんで、そのままサラで書けないんで、例えば開発のマクロの記録って感じですると、ここでマクロ記録って感じで、これでマクロが記録できたんで、選択するマクロが。で、マクロ記録終了って言って、するとここにモジュール2にこのマクロ記録されてるんで、ここでグラフ1をアクティブにしてるんだなって感じで、ここでわかるんでっていう言い方もおかしいけど。で、これアクティブにするんじゃなくて、なんていうか変数に代入したいんで、そのままなんていうか、セットのマイチャートクラスの22イコール、アクティブシートのオブジェクトのグラフの1ですよって。グラフの1のそのままチャートか。チャートですよって感じで。これでこのクラスっていうかこの変数に代入されるんで、この変数に代入されたら、あとはなんていうか with イベントってなってるんで、イベントが変わった時っていうか、イベントが発生した時にこのコードが走るようになるってな感じになりますと。そういう意味でここに行って大阪ってやって、大阪のところでダブルクリックするとコンパイレード変数が適されます。やっちゃってるな。エレメント ID って、これがあれか、すいません。コピペプログラムでよくある変数名が違うっていう感じですね。ごめんなさい。エレメント ID が来ますよって。これでいいのかな。なんか恥ずかしいとこ見せちゃったけど。こんでシートが3に切り替わったときにこのグラフが代入されて、このグラフのイベントが取れるっていう感じですね。要素が福岡で値が444ですよって、福岡の444が取れて、で、東京は111ですよって感じで。これが取れるって感じですね。東京111なのかな ?OK かなすいません。な感じですね。で大阪333って。そういった意味でこのシートにコードを書いて、コードの表示。で、ポイントが単に with イベントで好きな変数名切って、型はチャートですよって感じで切って。で、ポイントなのがこの変数に入れるっていうかシートがアクティブになったタイミングでちょっととりあえず入れてるんですけど、これでグラフのっていうか、これとこれがリンクされるっていうか、つながりますよと。つながったら、あとはそのまま with イベントになってるんで、ここでイベント処理がそのまま書けますよって。例えばこれあんまりやるとおかしくなっちゃうけど、これセレクトって選択した段階ですね。すみません。選択した段階もなんていうか同じような変数があるんで、これに書いてもいいのかな。これキャンセルがねえのか。なんか変数名のサイズがエレメント ID と ARG1 と ARG2 だけもらってますよ。キャンセルが入ってないだけか。これでじゃあ選択したときにこれでそのままなるかもしれませんと。ダブルクリックでイベントで取ってたけど、これで選択されたときにもしかしたら取れるかもしれません。あんま予定にないことやるとしくじるんだけど、これでシートがアクティブになったときに変数 with イベントの変数にやって、でこれでそのまま名古屋インデックスが有効範囲にありません。ダメなのか。そっか、全体選択したときにも引っかかっちゃうからか。なんだこれ。がマイナス1以外の時か。
やっぱりしくじりましたと。あ、やべ。グダグダだな。if not のマイナス1の時。本当にいいのかな。はじめ全体選択が入っちゃうっていうか、シートじゃないや、グラフが全部選択されちゃうんで、それが入っちゃうんで、ダメですよって、これがマイナス1が多分全体選択だと思うんで、なんてよくスラスラ言えてるよなって、一回失敗してるから言えてるんだよな。まあその辺はご勘弁いただいて、料理番組じゃないけど完成形しか通常見せないんで、これでごめんなさい。これ戻してた方がいいか。これで全体選択って、ここの全体選択の時にマイナス1が入って、これで全体が選択されてますよって。で、個別選択、これですね。個別にここに選択すると、大阪333とか、これで名古屋222とか、これで東京とかちゃんと出るようになりましたと。お前言ってんの本当なのかよってことで、これエルスのとこに書いてないからダメなんですね。なんかテストプログラム作りが下手くそですね。初回の全要素選択。まあ要するに全部の要素を選択されてから個別の要素の選択に来るんで、まあ何言ってるかっていうとここでグラフ選択しますよって。するとこれグラフタイトルとか選択した時もあれが走ってるんですけど、これで初回の全要素選択って感じで、全部の要素が選択されてるとマイナス1で個別じゃないですよって。で名古屋でこの中からまた名古屋を選択すると、ここで初めて名古屋の選択が出るって感じですね。な感じになってますと。まあさっき言ったこれグラフのタイトル選択した時も出るんじゃないかって言ったのがこれもそのまま打足になっちゃうけど、これケースエルスその他の処理ってのはここでそのまま打足解説やばいすいません。その他を選択した時のイベントですと。本当に来るのかなっていう気はしますけど、これで例えばこう選択してグラフのタイトルいきますよって。するとその他を選択した時のイベントですよって。あら、これ違うとこ触った時、これでも動いちゃうのか、ごめんなさい。それとこれで要素を選択した時はそのまま全要素選択ですよってきて、で今度大阪選択した時は大阪の333って出るんで、あとはこのなんていうか大阪ってわかるんで、これで値まで知らなくてもここの位置がわかると思うんで、あと、VLOOKUP じゃないけどでやればなんとか位置がわかるのかなっていう感じですね。まあそれで言うとやばい、繰り返すとシートのテストで使ったのがシートのコードにそのままwith イベントでチャートの変数切ってやりますよって。で変数切ってやるとここでなんていうかイベントが選べるようになりますよって。で今回使ったのがダブルクリックのイベントですよ。まあセレクトのイベントでももしかしたらいいかもしれないんですけど、ダブルクリックのイベントですよって感じで。するとダブルクリックグラフの要素がグラフがダブルクリックされた時にそのまま来ますよと。こっちじゃない方がよかった。ごめんなさい。グラフがダブルクリックされた時に来て、でなんていうかこれXL シリーズっていうかデータ系列が選択された時だけ処理したかったんでここで処理してますよと。でデータ系列が選択された時に来るんですけどこんな感じで全体が選択された場合があるんでそこで全体選択以外とかいう
あれを使った方がもしかしたらいいかもしれませんってことですね。すみません。で、これ選択の時にやっちゃってるんですけど、ダブルクリックの時はもう中に入っちゃってるから、なんかそのマイナス1のチェックがなくてもうまくいったみたいなんですけど、実際はこれで前列選択のチェックを入れた方がいいかもしれません。まあそんな感じでなんていうかシートに貼ったグラフですね。このグラフのタイトルっていうかタイトルじゃないや、要素のあれで、ここでなんていうか、グラフをクリックされた時に何かプログラム組みたかったらこんな感じでwith イベントって感じでやると便利っていうか使えると思うんで使ってみてくださいってことですね。まあ実際はなんていうかこの MSDN マイクロソフトのこのページとモーグさんのこのページ見て解説見ながら作ってみてください。で、私はただ貼り合わせただけで動画作っただけでした。以上です。すみません。